大変ですよ、まっすぐに生きるって。ただまっすぐに生きてるとだんだんその世界ができてきてみたいな。株式会社エレコム創業者羽田淳二氏。僕はもう正道を行くとかまっすぐ生きるとか、そういう自分の価値観、正義感とか価値観とか、そういうのをベースに生きてます。1986年にエレコムを創業いたしました。10年で売上が230億になり、ベンチャーの長寿ともてはされました。調子に乗って北新地に飲みに行き、突然収益の暴落があって7億の赤字になりました。120億あった収益の半分を、売上の半分あった収益から撤退しですね、なんとか切り抜けました。それから私は経営学を猛勉強いたしました。本当に何も無知無能な、バカな経営者だと反省しております。その後ラッキーなことにインターネットとかスマートフォンとか我々放送通信の分野に進出しですね、なんとか成長を続けられております。一代で会社を東証プライム上場企業へと成長させた経営者は今、自らの経験を社会へ還元する活動にも力を注いでいます。前編では熊野の児童養護施設への支援を通して虐待を受ける子どもたちの現実と向き合う羽田さんの姿を追いました。東紀州熊野。羽田さんが生まれ育ったこの地には今も幼い頃の記憶が残っています。かつて地元の名家であった生家は時代の流れの中で少しずつ傾き、家も土地も一つまた一つと失われていきました。懐かしいですか？懐かしいです。むちゃくちゃ懐かしい。その光景を子どもの頃から見つめてきた羽田さんにとって悔しさや寂しさはやがて自分の人生を切り開くための静かな原動力となっていきます。ここの海は黒いんですよ。海って黒いと思ってたんですよ。土地を全部人の土地を歩かずに行けたんですよ。そこから落ちぶれてしまったんです。ここ土地持ってらしたんですか？いや、この裏の山を尻見山ずっと人の土地に歩かんと行けたと言ってましたね、母親が。熊野灘に沿って続く七里見浜。厳しい荒波に削られ磨かれた小石に埋め尽くされた日本一長い砂礫海岸です。海は黒いものだと思っていたと語る羽田さん。幼い頃に見た海の色、波の音、街の空気、それらは経営者として都市へ出てからも羽田さんの中に深く残り続けていました。世界遺産鬼ヶ城の断崖に立つと熊野の海は一層大きく、荒波は激しく岸壁に打ち寄せます。熊野ってもうこれだけ素晴らしい土地じゃないですか。なぜこれまで
近づかなかったんですか？一つはやっぱり会社の立ち上げがすごく忙しかったということと、それからこの土地でのビジネスがうまくいかなかったので、悔しさもあって、で、30年、帰りませんでした。僕結構ひどい目にあったとか、なんか苦労したみたいな自分に自負があって、俺はもう結構ひどい目にあってること頑張ったんだみたいな、すごい自負があったんですけど、僕はそれに大学も出てるし、両親も兄弟もいるし、会社での仲間もいるけど、もう本当の赤ちゃんの時からもう一人ぼっちでそこに連れてこられて、これから一人で生きていかなあかんじゃないですか。これ見て本当に人生が吹っ飛びましたね。子供はもうこれから社会で育てないかんというのが僕の哲学で、もう無理なんですよね、家庭でって、共働きで。もっともっと、施設もそうだし、子供を預けるって今一番できないじゃないですか。そういうところを充実させるとかをしないとダメだと思いますね。やっぱり国が制度作らないとダメだと思う。でもそれの旗振り役を始めていらっしゃるわけですね。できることだけね。僕あんまり口がうまくないんで、できることからやっていこうというのは僕の黙ってやっていこうみたいなのが僕のやり方です。そうですね、やっぱり里親制度なんか始めると社員はすごく会社に対してプライドを持ってくれますし、僕はもう正道を生きとかまっすぐ生きるとか、そういう自分の価値観、間違ってるかもしれませんが、自分の思っている、正義感とか価値観とか、そういうのをベースに生きてます。それはもうずっとぶれない。ぶれないとかこっちにしたけど結局もうそれが一番近道だというのが分かったので、やっぱりユニークネスというか、自分の個性、思ったことをもっとやっていこうと。そうするとなんか皆さん面白いとか驚かれるんで、そういうユニークなことをこれから仕事も社会貢献も含めてやっていこう、なんかひらめいたことをやっていこうと思ってます。でもなんかなさってること、着手してらっしゃることって全部羽田会長のキャラクターが出ていらっしゃるんですよ。そうですか。だもっとキャラクターを出していこうと。出していく。今の日本に結構失望してらっしゃるんですか？いや、失望はしてないですけど、ちょっとやり方を変えれば、どんどん良くなると思う。すごい国ですよ、やっぱり。こんな島国で。で、その株主よりやっぱり大事な僕は国民だと思いますよ。そのバランスだと思いますよ。だから株主としてはちょっと行き過ぎだと思います。100年前に飛行機とか潜水艦とか作ってなぜそんなことができたのか、なぜ戦争に負けてなぜこんだけ復興できたのかみたいなことをね、日本人全く検証してないんですよ。これを絶対検証すべきだと思います。これをやらない限り日本の国の本来の良さというのは取り戻せないと思います。それは日本人にとっての何かアイデンティティ。エレコム創業者羽田淳二氏が一貫して大切にしてきたもの、それは自分が信じた正義を愚直に貫くこと。遠回りに見えても自分の思う正しさから逃げない、その姿勢こそが結果として一番の近道だったと羽田さんは語ります。失われていった家や土地への思い、そしてそこから生まれた強い意志。羽田さんの言葉は一人の経営者の半生を超えて、これからの日本をどう生きるのかという答えへとつながっていきます。エレコムを創業する前は本当に何をやってもうまくいかず、むちゃくちゃ働いてたんですが、もう本当にうまくいかず、いいと、これなら自分の思い、自分の考えでエレコムを創業しようと思って
始めた次第でございます。結果としてですね、いろんなご縁ができて、なんとか今までやれていると思います。創業当初の私であります。お金はありません。技術もありません。製品も人脈もありません。40年頑張りました。頑張ってこんなことができるようになりました。創業者として私40年グループを引っ張ってまいりました。しかし私もうじいさんになってしまいました。私がやり残した海外とか、これからですね、衛生であるとか防衛であるとかヘルステックであるとか、それはもうこれからの若い世代に委ねようと思っています。私も少しはお手伝いしますが、ぜひ若いやつら本当に何も分かってないんでですね、皆様のご指導ご鞭撻のほどをよろしくお願いいたします。